窓マギの劇場版がついに公開されるからアニメから見直してるところなんだけど。お、いいね。見返すと新しい発見あるよね。そうそう。それでさ、キューベイが言ってたエントロピーって何？それエントロピーだよ。間違えた。それエントロピー。その勘違い実はよくあるんだ。今日はエントロピーって何なのか、そしてキューベイの目的を本気で解説していくよ。まずキューベイの目的をおさらいすると、なんだっけ？キューベイたちインキュベーターと呼ばれる存在の目的は、宇宙が熱敵死という状態を迎えるのを防ぐことなんだ。そのためにインキュベーターは熱域学の制約を受けない特殊なエネルギー源として少女たちの感情エネルギーを利用しているという設定になっています。感情をエネルギーに変えるっていうのがそもそも SF っぽいよね。そう。ここからはその土台になっているエントロピーと熱敵死について順番に見ていこう。まずエントロピーという言葉自体を説明するね。エントロピーは熱力学という物理学の分野で使われる概念で、簡単に言うと物事の乱雑さを表す量です。乱雑さ。例えばきれいに片付いた部屋を放っておくと自然に散らかっていくよね。でも放っておいて自然に片付くことはない。これは熱力学第二法則、通称エントロピー増大の法則と呼ばれるもので、外部からエネルギーが加えられない限り物事は自然に秩序ある状態から乱雑な状態へと進んでいき、その逆は自然には起きないという法則です。熱についても同じことが起きるの？そう。熱は温度の高い方から低い方へと流れ、最終的には全体の温度が均一になっていく。これもエントロピーが増大していく過程の一つなんだ。じゃあ熱敵死っていうのは？このエントロピー増大の法則を宇宙全体に当てはめた考え方なんだ。地球のような場所は太陽から絶えずエネルギーが供給されているため、生命などの複雑な構造を保つことができています。ですが宇宙全体で見ると外側からエネルギーを供給してくれる存在はありません。そのため宇宙全体のエントロピーは増え続ける一方だと考えられています。部屋の例えで言うと、宇宙全体が誰も片付けてくれない部屋みたいな感じ。まさにそういうことだね。この状態が極限まで進むと、あらゆるエネルギーが均一に広がりきってしまい、温度差もエネルギーの流れもない、何も変化が起きない状態になります。これが宇宙の熱敵死と呼ばれる仮説です。作中でキューベイが防ごうとしていたのはこの熱敵死だったんだね。そういうこと。ここまでは実際の物理学の理論に基づいたかなり本格的な設定なんだ。じゃあ感情エネルギーを使えば本当に熱敵死を防げるの？ここからはフィクションとしての発明の部分になるね。現在の物理学ではあらゆるエネルギーのやり取りは熱力学の法則に従うと考えられていて、感情そのものが熱力学の制約を受けない特殊なエネルギーになるという現象は確認されていません。じゃあ完全に空想なんだ。そうとも言い切れない面白さがあるんだ。実は物理学の世界には情報とエントロピーを結びつけて考える分野があります。情報を得ることでエントロピーを局所的に下げられるのではないかという思考実験は物理学者の間でも実際に議論されてきたテーマです。感情や意識のような複雑な情報を扱う存在が何らかの形でエネルギーの流れに関わるというアイデア自体は SF として荒唐無稽なだけではなく、こうした議論からヒントを得ている可能性はあります。本物の物理学の議論をうまく SF に落とし込んでるんだね。そう。だからこそこの作品のエントロピー設定はただの雰囲気だけの専門用語じゃなくて、
ちゃんと理論的な土台の上に空想を積み上げていると言えると思うよ。つまりキューベイが語っていたエントロピーや熱滴子は架空の話じゃなくて実在する物理学の概念がベースになってたんだね。よくまとめてくれたね。感情エネルギーで熱力学の法則を超えるという部分はフィクションだけど、その土台にある物理学は本物というバランスがこの作品の SF としての説得力を支えているんだと思うよ。次回もまた別の作品を科学・薬学の視点から検証していきます。この動画が面白かった方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。